レファレンス2021です。今回、仮時計プレゼンツ腕時計レビュー第8回目をお届けいたします。この企画では、腕時計レンタルの仮時計よりレンタルにてご提供いただきました腕時計をもとにレビューを行い、褒めるところは素直に、ダメなところはしっかり物申す、時計レビューを通して本当に使える、納得できる時計とは何かを私の目線でお届けする他にはないものとなっております。つまり、癖が強いレビューということですね。そして今回のレビュー機はパネライを代表する王道レファレンス、ルミノールマリーナ PAM01312 です。私はパネライのデザインは理屈抜きにかっこいいと思ってます。だからパネライは衝動とか気に入ったかどうかに従って選ぶべきブランドなんですね。けどその一方で衝動的に購入した時計って後に想定外の事実を知るとショックを受けたり幻滅してしまったりするものなんですよね。だからこそ購入前には褒め情報だけじゃなくてネガティブな情報まで知っておくこと、これはすごい大切なことです。そうしたコンセプトでこれまで時計をいくつかレビューさせていただきました。こうしたレビューを通して私はいい面も悪い面もちゃんと理解して選んだ方が結果的に長く愛用できるって信じているんですね。そこで今回はこれからパネライを購入して長く愛用したいと思っている方に向けて実機レビューをしてみたいと思っております。パネライの基本は5年未満でモデルチェンジしてフレッシュさを維持する戦略をとっています。しかしこのモデルっていうのは異例の10年っていう超ロングランでした。こうしたことからもいかにこのレファレンスがパネライにとって肝入りだったかっていうのが伝わってきますよね。そして2025年の4月のウォッチ&ワンダーでルミノール70周年に合わせて後継機である PAM03312 にバトンを受け継ぎました。そして今回のレビュー機 PAM01312 の詳細スペックっていうのも画面に出しておきますので、ご興味ある方はですね、こちら一時停止してぜひご覧になってみてください。けど今回は一般的なスペックベースの時計レビューとは趣向をちょっとね、変えてみたいなと思ってます。なんでかっていうと、そこは私が語るよりも正規販売店とかの方がより丁寧に詳細を語ってくれていたからなんですよね。特に私がパネライの仕様ですとかスペックについて非常に参考にさせていただいたのは、シンセ時計専門店の田中さんのホームページですね。定価の推移グラフっていうものまでしっかりあって、ルミノールを購入検討中の方はね、ぜひ一度こちらのページもご覧いただくことをお勧めいたします。なので、スペック周りの細かい部分っていうのはね、この田中さんのホームページにお任せさせていただいて、今回は実機に触れて感じた個人的な感想を中心にレビューしていきたいなと思っております。現在のラジオミールですとかルミノールといったパネライを代表する王道モデルのオリジナルって、ロレックスのレファレンス2533、こちらをベースにした OEM 品だったっていうのは皆さんご存知でしょうか？この事実は時計の世界ではよく知られた話なので、一度はね、聞いたことあるって方も多いかもしれません。ただ、ここの正確な話となるとぐっと減って、知っている方は一部の時計マニアに限られてしまうかもしれないですね。そこで今回はリシモンのマーケティング的歴史じゃなくてですね、実はロレックスの DNA が強く残るすっぴんの歴史っていうのをね、一緒に見ていきたいところなんですけども、ここはね、ちょっと話がディープになりすぎるんで、興味ある方もね、少ないと思うんですよ。なので、ノートにその歴史っていうのも、まとめております。購入前にね、こうした歴史も合わせて理解しておくと、パネライの魅力っていうのはより深まると思いますんで、ご興味あれば、ぜひそちらも覗いてみてください。
それでは、ここから個人的な感想を中心にレビューしていきたいなと思います。このモデルはまさにパネライの王道と呼べる存在で、ブランドの DNA の最も感じやすいモデルの一つと言って間違いないかなと思います。そこで、さっきもちょっとお話しした通り、細かいスペックよりも一時計好きの目線でメリット、デメリットっていうのを整理して、どう味わうかといった鑑賞ガイド的にね、進めていければなと思っております。個人的にこの時計を使ってみて感じたのは、二郎系ウォッチとも言える個性の塊だったことです。なので、細部云々をね、一般的な時計のように評価するっていうのに、全く意味がないと感じたんですよね。ところで皆さんはラーメン二郎っていうお店ご存知でしょうか？一度は聞いたことある方も多いと思うんですけど、簡単にちょっと説明すると、恐ろしいほどのボリュームと、マシマシのラードが組み合わさって、食後に押し寄せるこの胸のムカつき、吐き気、後悔っていうのは、もう半端ないんですよね。けど不思議なことに、数週間もするとね、またその行列に並んでるんですよ。これなんで人気なのって、もう意味わかんないですよね。この今の説明聞くとね、とても行列ができてるカルト的人気ラーメン店とは思えないと思うんですよ。こうしたことからもラーメン二郎って、ラーメンっていうカテゴリーでくくると、すごく魅力の話っていうのが理解しにくいっていうのがあるんですよね。確かにね、あの麺の独特な食べ応えですとか、絶妙なまずさ、それらが織りなす独特で個性的な味わいっていうのは、確かに他に替えが利かないんですよ。だから、行列に並ぶ人々っていうのは必ずしもラーメンを求めていないと思うんですよね。要は、二郎っていう唯一無二の食べ物を求めている。そんな感じが私はしてます。そして今回のルミノールマリーナもまさしくそれだったんですよね。腕に乗る異物のごとくありえない存在感。一見この大きさは機能にこだわってそうに見えるんですけど、実は全く機能的じゃないとか、この大きいダイヤルにはミニッツトラックすらなくて、もう潔いほど時刻表示のみに全振りしてるんですよね。情報機能性が乏しいっていう、下町のドレスウォッチみたいな佇まいなんですよ。で他にもせり出した独特のリューズガードと、リューズプロテクターレバーっていうのも謎なんですよね。素早くリリースって言うんですけど、これ言い換えれば何かに引っかかったら簡単に外れちゃうし、とても水中で使う気が起きないんですよ。こうした胸焼けするほど大きいのに全く理にかなっていない。そんな時計なんですよね。けど、そうした話ってパネライの魅力に気づけばすぐに誤解だってわかるんですよ。それらは単に腕時計という狭い比較論にとらわれているだけなんですよね。パネライっていうのは高燃費でエモーショナルな設計思想こそが魅力で、それがレミノールなんですよね、きっと。時計として見れば全く成立してるとは思えないんですけど、独特のクッションケース造形とサイズ感っていうのは不思議と癖になるんですよね。例えばその魅力の一例をお話しすると、武骨でラフなデザインに意図したとは思えない、このステンシルフォントのちょっと間抜けな可愛さとか、無意味なリューズガードから感じる謎のかっこよさ。他にも、機能性がお粗末で、時計としてお世辞にも理にかなっているとは言えない設計なんですけども、ミリタリーウォッチのような圧倒的な風格とかがあるんですよね。こうした好きだらけのデザインだから独特の佇まいを生んでるようにも感じるんですよね。もうね、理屈を超えてます。こうして不思議と見入られるからきっとここまで多くのファンがいるんでしょうね。ほんと一体何なのかなと思いましたで、私自身レビューで着用してる時っていうのがもう邪魔なほどうるさい時計だなって感じましたし、けど外すと途端に寂しいし、時計ケースになるとつい目を奪われてしまう。
で、何より数十メートル先からでも、一目でルミノールだってわかるほどのアイコニックさっていうのも圧倒的でしたね。で、こうした佇まいを理解するのになかなか私も時間かかったんですけど、咀嚼した結果ね、不完全さゆえの魅力に溢れた、まさに二郎系ウォッチだっていう結論に、たどり着いたわけですよ。パネラーを検討するとき、他の時計とスペック云々で比較してしまうと、これ真っ先に候補からこぼれ落ちてしまう時計だと思います。だからこそ雑誌とかペイドメディアでは絶対語られることのない、こうした視点をあらかじめ持っておいた方が、よりルミノールを高解像度に検討できるんじゃないのかなと思いました。それではね、ここからより深く各部を鑑賞して一緒に味わっていただけたらなと思います。ここで少し紹介させてください。2025年からハイプ機能という応援機能が追加されました。動画公開後7日間だけ表示される無料のチャンネル応援機能です。もし最後までこの動画を見て、ハイプしてやってもいいかなと思っていただけましたら、こちらをぜひポチッとよろしくお願いいたします。まず、ルミノールで味わうべきは、この1950ケースの造形だと思いますね。1993年に初の民生機ルミノール。これで採用されていたのは、ベッタリーニケースと呼ばれるものでした。そして、このケースの頃からパネライはドンツェボーム製だったんですよね。そうです。聞き間違いじゃないですよ。うん千万のリシャールミルのケースを作っていたドンツェボームですね。この写真にあるリシャールのケースもドンツェボーム製なんですよね。で、この時計は、フランスの名門ジュエラーのブッシェロンの創業150周年を記念したリシャール・ミルトンダブルネームモデルの RM018 なんですけど、これがね、2008年に発売した当時の価格がですね、8000万近い時計だったんですけど、これと同じ工房製のケースなんですよ。で、このドンゼボームっていうのは2007年にリシモに買収されるんですけど、それより前の1997年からパネラのケースっていうのを製造、手掛けてたんですよね。で、こうしたことがパネリスティ、熱狂的なファンのことをこう呼ぶんですけど、パネリスティにとって一つのステータスになってるんですよね。で、ちょっとこの経緯っていうのも簡単に触れておくと、民生機発売に際していろんな工房をね、回ったみたいなんですけど、ドンツェボーム以外はね、ちょっと手間かかりすぎるからっていうんで、断られたみたいなんですよ。だからこういうエピソードを聞くほどね、いかに1950年代とか、古いヴィンテージ時計っていうのは人件費無視で手間かけてたっていうのがね、よく伝わるエピソードだなって思うんですよね。丁寧さに魅力を感じる方なら、絶対ヴィンテージって安くてほんといいんですよ。で、ちょっとすみません、脱線しそうなので本題にちょっと戻りますね。こうしたヴィンテージウォッチの魅力についてはサブチャンネルで過去にお話ししてるんで、もしね、ご興味あればそちらも合わせてご覧になってみてください。最近ちょっとサブチャン投稿してないですね。ごめんなさい。で、ちょっと話戻しまして、ケースの話ですね。1950ケースっていうのは、今回レビュー機の1世代前にあたる PAM の0312、こちらから採用されています。ちなみに、このモデルのベースになったのは1950年代後半のイタリア海軍向けの試作機がサンプルだと言われています。そして真っ先に、この1950ケースを味わってもらいたい箇所っていうのは、サイドの曲線美ですね。初期のベッタリーニケースっていうのは直線的でフラットなのに対して、1950ケースっていうのは丸みと立体感っていうのがすごく強調されているんですよね。このケースラインがすごい特徴があって、横から見た時に金属の塊感っていうのと柔らかいライン、これが両立してて非常に彫刻的なんですよね。こうした当時の懐中時計用オイスタービッグケースっていう仕様を通してパネライらしい軍用デザインと近代的リファインといった存在感をぜひ楽しんでみてほしいなって思いますね。
つまり今回のレビュー機っていうのは、ブランドの歴史そのものを腕に乗せる、そういった体験と言っても過言じゃないと思います。だからもっとね、ケースがちっちゃければって考えるのはね、邪道です。ドンツェボームでしか再現できなかったこのデカさから来る歴史の重みっていうのを味わえてこそ、パネリスティなんですね。そして上級者になると、このサイズ感じゃなきゃもはや満足できないってもう言うんですよ。だからもうこれはもうほんと醍醐味なんですよね。歴史的ピースへのオマージュとして、昼はその歴史を身にまとってですね、夜はお酒と共に歴史に思いを馳せる、そんな楽しみ方がおすすめかなと思います。リューズプロテクターは実用性というよりパネライのアイコニックディティールだと私は感じました。だからレバーの使い勝手、水中で引っかかったらどうすんねんとか、実用性をあれこれ論じるっていうのはもう野暮な話なんですよ。これこそが腕に乗せた時に周りから一目でパネライとわかる大事なモチーフなんですよね。この武骨な造形こそ軍物ウォッチのルーツを味わえる大事な鑑賞ポイントです。ただ、リューズ操作するときに、このガードだけは地味に邪魔なんですよね。時刻合わせの時なんかもう特にね、けどね、使い勝手とやかく言うのはもう野暮ってもんですからね。暗がりで柔らかなドーム風防越しに文字盤を覗くと、サンドイッチ構造の奥からスーパールミノバの強力なエコーが浮かび上がってきて立体的に輝きます。ちなみにスーパールミノバは X1 グレードですね。でまた、夜光はややクリーム色かかったヴィンテージ風の夜光塗料、フォティーナ仕様になっています。これこそがパネライの市場とも言えるところで、2代目のジュゼッペ・パネライがこだわった夜間視認性を今に伝える重要な体験価値ですよね。2代目ジュゼッペ・パネライについてはノートの先ほどのすっぴんの歴史っていうもので詳しく紹介させていただいてるんで、そちらご興味ある方は合わせてご覧になってみてくださいね。で、大きく武骨なルミノールなんですけども、実はね、単身の独立操作が可能なんですよね。なんで急にっていう疑問を感じなくもないんですけど、クイック時差調整機能っていうものをね、さらりと備えているんですよね。軍物デザインとの意外な快適性のギャップをにやりと楽しむのが2かもしれないですよね。で、武骨が魅力のパネライに、高級時計らしい、上質さっていうのを求めるのはお門違いかなと思います。そこはね、ジローのラードにイベリコベジョータを求めるぐらいお門違いです。まず、素直にローターノイズは大きめです。両方向巻き上げのボールベアリングローターではあるんですけど、普通に腕につけても音がね、気になります。けど、それが理由で使えないなんてお上品な方がパネライに魅力を感じることはね、ないと思うんですよね。だから、音は確かにうるさい。それさえ事前に認識しておけば、取り立てで気にする必要はないと私は思います。また、文字盤の質感もサンドイッチ文字盤にコストをかけすぎたせいなのか、メインダイヤルはね、単なる吹き付けラッカーで簡素な仕上げでした。ワンポイントのスモセコ青針も青ラッカー仕上げなんですよね。これはこれで可愛いんですけどね。こういうのでいいんですよ。もう質感は期待しちゃダメ。先ほども言った通り、ケース造形はめちゃめちゃいいんですよ。単造と切削を駆使した手間のかかる複雑な造形は本当に堪能できます。けど、ケース仕上げの質感自体は、とりわけ見るところはなかったですかね。ドンゼボームのケースというハロー効果で質感もいいんじゃないのって期待上がり気味だったんですけど、そこはね、至って並でした。けどね、パネライの個性から考えても、質感だけが急にバッチリ上質な高級仕上げっていうのも困惑するんで、むしろこれぐらいラフに仕上げた質感がちょうどいいかもしんないですよね。で、このモデルって実は前期型と後期型っていうので仕様が大きく異なってるんですよね。そして今回のレビュー機は前期型でした。
なので、トラパレ仕様でムーブメントが干渉できたのが嬉しかったですね。で、干渉してみると、なんとね、彫刻面までしっかり色入れしてるんですよ。一瞬、おーって思いましたね。けどね、それ以外は特に見るところはないんですよ。裏から見える箇所だけ、サテンフィニッシュですとかペルラージュ、機械仕上げのアングラージュをささっと舐めてるだけのものだったんですよね。ただここで誤解がないように補足しておくんですけど、何もこうした経済合理性にのっとった仕上げっていうのはパネライだけに限った話じゃないんですよ。他のスイスブランドもやってることなんで、50歩100歩なんですよね。だから取り立てでパネライだけのデメリットっていうわけじゃないんですよ。でもっと言ってしまえば、後期型のクローズバック仕様になると、すがすがしいほど未処理ムーブに衣替えしてるんですよね。前期型にあった彫刻箇所の色入れも、ローターにサテンフィニッシュも、ペルラージュも、機械面取り、もう全部未処理です。けど本来見えない箇所なんですから、わざわざ丁寧に処理する必要なんてないんですよ。もうバラさなきゃ見えないんですから、こんなところ。もうこれでいいんですよ。で、これ同じキャリバーナンバーなんですけど、もう全く処理されてないんですよ。こんな感じで。クローズバック仕様は。後期型の。で、これ前期型のジーターですね。見えないところっていうのはもう完全にサンドブラストだけなんですよね。こんな感じで。けど、切削痕が剥き出しになってるとか、汚い感じになってるわけじゃないんで、機能的には問題ないと思います。で、こうした見える箇所だけペルラージュっていうのは、エタ時代からなんですよね。逆モヒカンのペルラージュ仕様みたいになってて、いいんじゃないですかね、これ。機能的に問題がないなら、ね。やっぱここまで露骨になると私はさすがにやっぱ嫌かな。ここまで来るならいっそ何もしないでいてくれた方が良くないですか、これ。こんな貧乏ちゃまスタイルのペルラージュしても、私全然嬉しくないですけどね。てかね、もう一回ちょっと言っとくんですけど、そもそもこうしたことってパネライが悪いっていうよりも、大手時計ブランドならどこも同じようなことしてるんで、もう普通のことなんですよ、これ。きっとブランド側からすればですね、せっかく高いお金出して買ってくれたオーナーの夢を守りたい一心なんだと思うんですよ。きっと中の隅々まで職人が丁寧に仕上げてるんだろうなって抱く夢を壊さない優しさから来てると思うんですよ。別に逆モヒカンにしたかったわけじゃなくて、ちょっとジータが覗いちゃう箇所だけはね、ペルラージュかけていった結果がね、逆モヒカンみたいな形になっちゃっただけですから、むしろ不器用な優しさの形、姿なんじゃないかなって思います。そうやって業界でね、足並み揃えているのに、ロレックスだけが逆行して見えない箇所までクソ真面目にやりすぎるから、おかしな話になっちゃってるんですよ。例えば同じダイバーズのサマリーナデートは、ブレス付きで定価だいたい今150万ぐらいなんですけど、現行のルミノールマリーナ PM03312 っていうのは、カーベルト仕様で約130万円っていうことを考えると、ロレックスはクローズバック仕様にもかかわらず、これ見よがしにね、この写真みたいに、ここまでやっちゃうんで、なんかね、これ。で、何よりこんなに仕上げても全く意味なくて、こんなこそこそ丁寧にやったところで、時計マニアと言われる方々からすれば、ずっとロレックスはムーブの仕上げが雑すぎるって、未だにバカにされ続けてるんですから、結局、手間とコストの掛け損なんですよ。普通なら、雑誌とかペイドメディアに出稿して、ちょっと逆モヒカンは優しさの形なんだけどさ、ちょっと格好悪いから絶対触れちゃダメだよってお願いするだけでいいんですよ。ロレックスも一緒にここまで手間かけずに合理的にうまく立ち回ればいいんですよ。私がパネライにフィーリングや質感の期待はしない方がいいって言った意図は、ほんとここにあるんですよね。こうして無理に見えない箇所の質感に目を向けるより、実際の着用時に楽しめるパネライの個性ですとか造形に目を向けた方が、
本来的で建設的に楽しめるんじゃないかなって思ってるんですよね。精度についてなんですけど、キャリバー P9010 っていう自社ムーブですね、こちら搭載してて、これは自慢のツインバレル仕様になってたんで、精度もね、期待したいところではあったんですけど、クローメーター価格には一歩及ばずっていうことで、波の機械でしたね。別にね、公式もクロノメーター歌ってるわけじゃないんで、当然ではあるんですけども、どっちにしろね、ミニトラックがないんですから、精度がどんなに良かったところで、正確に時刻合わせすることができないデザインなんですから、ちょっとばかりね、こう精度にこだわったところで無駄なコストなんですよ。もっと言ってしまえば、この後期型に搭載されているムーブメントのキャリバー P9010 回になると、再び履く機能すら除去されてるんですよ。もうそうなるともういよいよ精度云々なんてこだわっても仕方ないじゃないですか。今回のレビュー機は前期型のトラパレ仕様なので、ハックはついてたんですけど、むしろついてる方が、これイレギュラーなんじゃないかなって、ちょっと感じなくもないです。何よりついてない方がオリジナルに忠実だって、見る向きもあるかもしれませんからね。ルミノールマリーナは、これこそパネライと言える王道の一本でした。ブランドの DNA の凝縮、王道性、実用性、サイズの過剰さ、パネライのアイデンティティっていうのを存分に味わい尽くせるモデルかなと思いますね。この時計に惚れた方なら、これら魅力がデメリットを補ってあり余るほど溢れているかなと思います。そうです。この 44mm ケースは、歴史を踏まえて使うことこそ最大の楽しみであり、喜びだと私は感じましたね。つまりパネライを初めて体感する方にうってつけのモデルだし、同時に上級者にとっては定番をどう料理するかっていうのが問われる一本とも言えそうですよね。ここまで振り切った時計になると、外野がね、おすすめだとかやめとけとかとやかく言うもんじゃないと思うんですよ。なので、現在購入を検討している方に私から一言アドバイスするとすればですね、こいつに惚れたんなら死の子の言わずに買え。そして細かいことは気にすんなっていう、そんな時計でしたね。一つだけ私から言えることっていうのは、二郎系の荒々しい時計に繊細さですとか上質さを求めるなんてもう全くもってナンセンスなんですよ。そんな細かいことをいちいち気にする方には全くお勧めできない時計でした。私のチャンネルは皆さんの支えもあり、そろそろ1万人の大台に近づきつつあります。ありがとうございます。そこでぜひこの動画が面白い、役に立ったと感じていただけたら、チャンネル登録と高評価ボタンを押していただけたら嬉しいです。あと、最後にベルマークをオンにしておくと、次の動画の通知が届きますので、そちらも合わせてよろしくお願いいたします。また、2025年からハイプ機能という無料の応援機能も追加されました。公開後7日間だけ表示される無料のチャンネル応援機能になっています。この動画ハイプしてやってもいいなと思っていただけましたら、こちらもぜひポチッとよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。